ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか？今日は2022年5月24日、8時45分夜ですね。前回のポッドキャストに続けてポッドキャストを撮っています。ですね、最近ニディアさんと夜にねまたアニメを見始めて、最近はですねスパイファミリーというアニメにハマっています。皆さんどうですかね？結構世界的にも有名になっているね、かなり面白いアニメになるんじゃないかなと思うんですが、簡単に言うとね、その家族のお話なんですけど、その旦那さんお父さんは、スパイ、そしてお母さんは殺し屋、そして、娘は、なんだろうな、その超能力者、相手の考えていることが聞こえるっていう、この不思議な家族で起こるヒューマンドラマなんですけど、ですね、これやっぱアニメって面白いなって思うのが、アニメの話じゃないんですけど、ですね、主人公のアーニャちゃんっていうその子供なんですけど、超能力者で、あんまり頭が良くないんだけど、超能力で、有名な学校に入るんですけどね、その子がですね、学校に行く時かなんかにお父さんに「アーニャ大丈夫か?」って聞かれるんですね。そうするとアーニャちゃんが「大丈夫ます頑張ります」って言うんですね。大丈夫ます頑張るますで、その時に隣で見ていたニディアさんが笑ってね、可愛いって言ってたんだけど、すごいなと、ニディアさんはこの可愛さがわかるんだっていう風にね、感じたっていうお話なんですけど、今日はこのトークから日本語について皆さんにお話をしたいなと思うんです。日本語っていうのは非常に、僕は他の言葉を勉強したことがないんだけど、世界的に見ても柔らかい言葉、形が変わりやすい言葉なのかなって思うんですよ。で、それを、皆さんに歴史の話も交えながら、歴史の話も入れながら、皆さんに紹介していきたいなと思います。で、最後にその日本語を勉強するにあたってのアドバイスっていうのも僕なりにやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。テーマはアーニャちゃんの大丈夫ますから考える、日本語の特徴についてです。それではよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい。ということで、今回ですね、そのアニメのキャラクターアーニャちゃんが、大丈夫ますと、早く起きるとね、おはようございますじゃなくて、おはよいますって言うんだよね。あと、頑張りますって言うんだけど、このますの付け方がなんで可愛いかっていう風に考えるわけですよね。女の子ですと。まだ何歳 ?4、5歳ぐらいで、その敬語が話せないと。日本人の子供はインフォーマルから覚えていくので、やっぱ頑張るとか、その大丈夫っていう風に、そういうフレーズは覚えていると。で、なんとなくですかますをつければフォーマルになるっていう風に子供は考えるわけですね。で、そこで間違えてしまって大丈夫ですじゃなくて大丈夫ますって言っちゃうのが可愛いと。っていう風に、日本語っていうのはその間違えることへの可愛さとか、そもそも形がいっぱいあって正解がない言葉だと思うんですよね。例えばですね、なければなりませんっていう表現があるじゃないですか。多分日本語を勉強したことある人はね、日本語勉強してどれぐらい、早い人で2ヶ月ぐらい、遅くても半年ぐらいで勉強するね、I have to ですよねの、なければなりませんっていう表現なんだけど、日本で食べなければなりませんっていうのってあんまりないわけよね。そういう人ってあんまりいないと。じゃあその代わりに、食べなきゃいけない、食べなきゃいけません、なければの代わりになきゃっていうのを話すときに使う人が多い。で、中には食べなきゃじゃなくて食べなくちゃ
っていう人もいるわけよ。で、よく学生がじゃあ文法的なルールは何なんだと、ニュアンスはどう違うんだっていうふうに、質問は知りたいわけよね。で聞くんだけど、その食べなければなりませんと食べなくちゃいけません、ここは明らかに違うんだけど、そうだね、食べなければと食べなければと食べなきゃは違うんだけど、食べなきゃと食べなくちゃに関してはほとんど同じなんだ。で、何でも OK なわけだよね。どっちでも OK なんだ。でも勉強している人からすると理由が欲しいわけよ。その理解するために。それだけじゃなくてさ、例えば食べてもいいっていうね、食べてもいいですか、インフォーマルな。食べてもいいも OK だし、食べていいも OK なんだよね。これ、ニュアンス的にはほとんど変わりがない。細かい違いだけなんだけど、やっぱり日本語を外国語として勉強すると、そこの小さいミスっていうのが、ミスじゃないんだよな。違いっていうのがすごく気になる。それはよくわかると。何が違うのかなって。で、これを勉強で理解することは無理なんだ。なんでかっていうと、日本語っていうのはもともと柔らかい言葉だからなんですね。で、柔らかい言葉っていうのは形が変わりやすい言葉なんです。僕はスペイン語を勉強して、いや、なんて硬い言葉なんだろうと常日頃毎日思うわけなんですよ。その文法のルールが決まっていて、そのアクセントのルールが決まっていて、そんなにね、なんていうの、崩した言い方、あえて間違えて言う言い方っていうのがあんまりないかなって。例えば、そのなければなりませんっていうのは、例えば食べなければなりませんっていうのは、tengo que comer。これもう英語から英語に近いね。I have tengo to que、comer eat I have to eat tengo que comer とか、es necesario que coma。それはS は B 動詞だよね。is とか are みたいな感じの。で、necessario は necessary。そうだね。必要。で、コメールで、コマは食べるっていう、そういう言葉自体は変わるけど、じゃあ、天語家の天語が変わることはないわけだよね。なんか、単語にならないんだ。で、なんでこういうことが起きるかっていうと、僕が考えるね、僕のセオリーね、正解かどうかは分かんないよ。僕の考えだと思って聞いてほしいんだけど、日本語っていうのは、まずはじめに長い間話す言葉であって、文字っていうのを持たなかったんだよね。日本人がコミュニケーションを取り始めてから、だいたい1000年以上は、なんていうの、文字がないと。話すだけで。だから、人によって聞こえ方が違うわけだよね。例えばさ、わかんないよ。昔の人が、おはようって、おはようっていう、おはようはね、朝する挨拶なんだ。で、文字がないわけだよ。音で聞くわけだから、中には、おはようって聞こえる人もいれば、おはようみたいな。H の音が出せない人もいるわけじゃん。おはようみたいになっちゃう人もいるわけだよね。で、おはようっていう家族の子供は絶対おはようって言うわけだ。おはようっていう人は多分その家族の中でおはようになるわけだよね。っていう風に答えがないから、音しか答えがないから、微妙にみんな違っていいみたいな、そういう歴史が長かった。でその後漢字が来て、日本語っていうのは漢字からひらがなを作ってカタカナを作って体系的に、ルールを作っていくわけなんだよね。なので、その日本人は言葉っていうのがすごく柔らかいもので変えやすいもの、そして遊びやすいものだっていうふうにその考えているわけだ。長い歴史の中で。で、ちなみに今使われている言葉もそういう言葉遊びから生まれた言葉で、その今は普通になっている言葉っていうのがあるんだよね。で、何かっていうと、一つ目は美味しい。美味しいっていう言葉は昔は違う言葉で
ある人たちが言葉で遊んで、なんかこういう方が聞こえ方可愛いんだけどみたいな感じでこう女の子たちが言葉で遊んでる中、じゃあその言葉使ってこうかみたいになったっていう歴史があるんだね。これを女房言葉って言うんだけど、女房言葉っていうのは、室町時代、まあ大体1300、まあ50年ぐらいだと思ってもらっていいや。1350年ぐらいから、まあ、江戸時代、1600年、まあ、1800年ぐらいかなの、この500年間で、女官って言って、なんだろうな。例えば、天皇がいる場所とか、侍が住んでいるお城とかで働いている女性の中で流行っていたそういう言葉の言い方が、まあ、女房言葉っていうんだけど、美味しいっていうのはね、昔、医師っていうのは美しいっていう意味の言葉を使っていたんだ。だからまあご飯食べて、医師っていう風に言うわけだよね。で、その女官たち、ね、その貴族とか、侍が働いているとこでは丁寧に話さなきゃいけないから、おいしい、おいしいになるわけだよね。で、それに、スペイン語が出ちゃった文字言葉っていうのがその当時流行ってて、こう、いいっていうのを流す文字ってこういう G をつけると可愛いみたいになって、おいしいっていう風になったんだよね。で、その言葉が当たり前になって、今では美味しいご飯をね、味の良いご飯を食べれば美味しいっていう風になったわけだよね。やっぱりいきなり「いしい」っていう人はいないんだよ。で、その「お」っていうのは丁寧な言葉、丁寧な言い方だったんだけど、普通の人の当たり前になっちゃったっていう話があるんだ。で、あとはご飯をさ、炊いたご飯をお茶碗に入れるときにしゃもじを使うんだよね。しゃもじ。しゃもじね。みんな持ってるかな、わかるかな、しゃもじ。まあ、これが YouTube になるときはYouTube でしゃもじの画像を見てください。平べったいやつね。で、しゃもじは昔の名前は杓子。杓子。杓子っていうのはなんかこう物を取って、なんだろう、そのかけたりする、まあ物を取るために使うものを、まあ、杓子って言ってたんだけど、その江戸時代のその女官たちがお杓子、お杓子でもなんか杓子だと聞こえ方可愛くない、じゃあ文字つけちゃおうかみたいになって、あ、おしゃもじ、ちょっとおしゃもじ可愛くないみたいになって、おしゃもじ、しゃもじっていう風になって、今ではご飯を入れるやつはしゃもじに変わったんだっていう風に、言葉を変えちゃうぐらいの柔らかさがあるっていうのが日本語の特徴なんですよ。はい。ということで、次のテーマは、じゃあこんな日本語をどうやって勉強していけばいいのかっていう僕なりのアドバイスをしていきたいなと思います。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい。さあ、ということで、皆さんがこのポッドキャストを聞いて、いや日本語ってなんて柔らかい言葉なんだっていうのがイメージできたかな。ねえ、だってアニメで大丈夫ますって誰も使ったことないんだけど、みんな可愛いってなるわけだよね。で、昔の人はなんか杓子って可愛くない、おしゃもじ可愛いみたいな、そういう風に言葉を作っていく。たださ、みんなが学校で勉強する日本語ってどう？めちゃめちゃ硬くない？例えばさ、1のグループ1の内形はないになるから、聞きますは聞かないになるよねって。聞きないじゃない。で、ないでくださいの時にはプラスでくださいになるから、聞かないでください。これテストで聞きないでくださいって書いたら×になるわけだ。で、そうするとみんなトラウマになるわけよね。
間違えちゃいけない。で、もし間違ってる人がいたら、なんだよ、あいつ聞きないとか言ってるぜ。答えは聞かないなのにな。みたいな、そういう風になるわけだよね。で、こうなると、リアルな日本語はすごく柔らかい言葉なのに、日本語を勉強する人にとっては答えがある硬い言語になっちゃってると。だから、この形で話さなきゃダメだってなって、不自然な日本語に逆になっちゃうと思うんですよ。だから、教科書で日本語を勉強するっていうのは確かに分かりやすくてすごくいいとは思うんだけど、ちょっとリアルな日本語と離れていっちゃう、なんていうのかな、危険性がある。なんで日本人はナチュラルに日本語が話せるかっていうと、日本語を頑張って勉強したからではなく、聞く量が日本語を途中からね、15歳ぐらいから勉強した人よりも多いと。で、その聞く日本語には必ずコンテクストが存在して、こういう時にこう言えばいいんだっていう風に、勉強ではなく経験で覚えていく。これが大きな違いだと思うんだよね。そう。だから、例えば、日本語を勉強しようってなった時に、僕はこのポッドキャストに力を入れてるっていうのは、本当はこうやってうわーってめっちゃ日本語聞いて、なんかにゆうすけテンション上がってる時こういう話し方するなとか、なんだよみたいな言い方って、今怒ってんなみたいな、なんだよっていう言い方ね。そうなんだよ、そうなんだよ、まあいいや。例えばなんだろう、これははいだよね。がこう考えてる時だよね。っていうのは怒ってる時だよね。そういうことの方が大事なんだよね。今どういう気持ちを伝えたくてどういうふうに話してるのか。それを、なんていうのかな、知識じゃなくて感覚的に感じて真似していくっていう方法が一番日本語をナチュラルに勉強できるんじゃないかなって思うの。もちろんそれだけじゃダメだよ。でそれだけだとよくわかんないから、教科書も見て、こういう形で言葉変えてるんだとか、最悪うまく言葉が出てこない時はゼロから教科書のみたいに考えてゆっくり話そうとかっていうのもできるからね。それプラス日本で会社に勤めたいとか大学のテストを受けたいっていう人で、正しい日本語、要は標準語って呼ばれる正しい日本語を正しい形で言わなきゃいけないっていう必要性がある人は、もちろん勉強しなきゃいけないんだけどね。でもそっからじゃあ日本人の友達が欲しいってなった時に、頑張ってペン握って内フォームをめちゃめちゃ書くよりも、その例えばアーニャちゃんが言った大丈夫ますの可愛さに気づけるかどうか、そこになってくんのかなって思います。で、逆にね、だって大丈夫ますってテストで書いたら×だからね。でもそれが可愛い、多分今年人気な表現になってくると思うんだよね。下手したら流行語になるかもしれない。で、だからもしかしたらみんなの間違いもいつかは正解になるかもしれないから、正しい形で言う動詞のフォームの知識をいっぱいつけるだけにフォーカスしないで、なんていうのかな、本当に感覚で言葉を覚えていった方がいいのかなって思います。みんなの言うね、その正しい日本語、正確さっていうのは言語を話す中で本当に一つのポイントなんだ。全部のポイントじゃないんだ。正確さっていうポイントもありながら、例えば社会言語能力、その今いるシチュエーションでどんな日本語を使えばいいのかっていう能力とか、会話構成能力、要は会話をこれから面白くするために何を次質問すればいいのかとか、そういういろんな知識がある中の一つとして、正確さっていうのがあるから、もっとね、いっぱい自由に聞いて自由に使って失敗して覚えていけばいいかなって思いました。はい。
まあね、ここだけの話、僕も日本人の使ってる日本語が分かんない時があるんだよね。それは僕がメキシコに住んでるからじゃなくて、そのなんていうのかな、セクションで使われている言葉の専門知識、要はなんていうのかな、スペシャルな知識を持ってないからだけなんだ。なんかね、最近もう自分が VTuber アバターがねできたし、自分がそう自分の VTuber アバターができたから、なんていうのかな、その VTuber 系のビデオを見るようにしたんだよね。どういう風に顔の表現をすればいいのかなとか、どういう話し方したら面白いかなとか、やっぱりこのいろんな声ができれば面白いなとかっていう風にこういろいろ研究してるんだけど、その中でかなえさんとね、星川さらちゃんっていう、めちゃめちゃ有名な VTuber がいるんだけど、その2人のコラボレーションをかなえ星っていうんだけど、かなえ星てーてーっていう風に書いてあったの。てーてーってなんだと思って。てーてー、全然わかんないと思って。もうコンテクストからも理解できない。で、コピーして、Google で、てーてーとはって調べたら、尊い。なんか、素敵っていう風に感じる感覚、尊い。うん。なんだろう。子犬と子犬が遊んでる時に感じる気持ち、みたいなこういう気持ちをこう変えてね、尊いからてーてーにしてると。これはね難しいよ。でも面白いよ、やっぱり日本語って。そう思う。なのでこれからもね、ゆうゆうの日本語ポッドキャストでリラックスして感覚的に楽しく日本語を勉強してくれればいいかなと思いまして、はい、今回のポッドキャストとさせていただきます。さあ、お知らせです。ゆうゆうの日本語ポッドキャストでは、パトレオンをやっております。1ドルの1ヶ月1ドルのサポートはリクエストができる、サポート。もう一つは1ヶ月20ドルの、1週間に1回スクリプトがダウンロードできるサポートとなっております。はい。ということでね、もしゆうの日本語ポッドキャスト面白い、ぜひぜひいつまでも続いてほしいと思う人は、ぜひね、サポートしてくれるとめっちゃ嬉しいです。はい。ということで皆さん、引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね。バイバイ。